はい、皆さんこんにちは、ミニッツ開発リーダーの岩崎です。先週もですね AWD のドリフト走行を、ご自宅で楽しみましょうというのを、お知らせしてますが、今回ですねその前回の動画が、意外とっていうのも変なんですけど反響が大きくてですね、今回はちょっとその続編ということで、実際その AWD を使ってドリフト走行をご自宅でやる場合に、簡単なやり方をご紹介したいと思います。なかなかやっぱり普段やられてない方はドリフトってどうやんのっていうところがあると思うんですけども、最初からその全部できるのはとは思いませんけれども、一番すごくオーソドックスな始め方をご紹介したいなと思います。まずですね、この今下にこの実際このカーペットよくホームセンターとかで売られてるやつなんで大きさがちょっとなんとなく想像できるかと思いますけど、今ちょっとこの2個を置いてですね、このぐらいの面積で、ちょうど畳2畳あるかないかぐらいの大きさなんで、十分ご家庭の面積をですね想定した感じで置いてます。で今ちょっと目印分かりやすいように置いたんですけれども、一番最初はですね本当に1個ですね、まずドリフトってどういう状態なのか。通常こういうふうにステアリングいってるこういう走り方になりますよね。一番簡単なのはもう右か左かのどちらかにですねもう全開で切ってもらって、そこからアクセルを全開に入れてもらう。そうするとこういうふうに今もう本当に両方とも全開で回ってます。そうするとこういうふうにちょっと滑る感じになるんですね。そこからまずはここが第一ステージですね。この滑ってる感覚っていうのをこういうことなんだっていう、実際これで中心にぐるぐる回れるんですけど、ここから少しずつステアリングをそうですね切ってる状態からニュートラルの方向に戻していくと、今回ってた円の半径というか円の大きさですね、円の大きさが調整できます。実際ですねこのようにぐるぐる回ってたところから半分ぐらい戻すとこういうふうに円から外れていくんですね。完全に離すと本当にこういうふうにまっすぐ走るようになります。なので回ってた状態からちょっとステアリングを戻すとその回ってた円が大きくなります。実際にはこういうふうに回ってたところから少し戻していくとこういう感じで円が大きくなっていくんですね。でまたいっぱい切るとちっちゃい円に戻れる。これをですね最初は練習していただくとステアリングの操作量に応じてどれぐらいの円の大きさが描けるかっていうのが分かるかなと思います。で一番最初はスロットルは全開の一定でもいいかもしれません。本当に切ってスロットルは全開で回ってるところから少しハンドルを戻していくと円の大きさっていうのが変わっていくんで、それをどれぐらい戻すとどのぐらい円が変わるのかなっていうのを体感していただくと分かりやすいかなと思います。で実際ですね、こういうふうな2個置いたりして8の字でやってみたいとかいう時もですね、回ってるところからどのぐらい戻すと車がどういうふうに円から外れていくのかっていうのが体感で覚えてくると少しずつその行きたいところに行くようになります。で基本的に実車のドリフトみたいにフロントをカウンターステアを当てることはほとんどないです。ミニッツのこの 4WD、AWD でドリフトを行う際はですね、ほとんどいわゆるカウンターステアですね、反対側に切るということはほとんどないです。なのでフロントのステアリングは本当にRWD なんかでコースを走ってる時と一緒で、ステアリングの向きっていうのは基本的にはもう行きたい進行方向に切るっていうのが前提になります。なのでどっちかに回ってる間っていうのも基本的に車は右回りしてるんで、もうずっと右には切ってます。これ左に切っちゃうともう逆に行っちゃうんですね。なのでカウンターステアっていうのはもうほとんど当てないです。カウンターステアを当てる時っていうのは右に回ってる円から左回りに変えたい時とかは逆に切ってもらうと、その場で向きが変わるようになります。
なので8の字をやりたい時とかっていうのは、右に切ってずっと回ってたのを左に切ると、そこから方向が転換して今度左回りになるようになります。はい、こんな感じでですね、一番最初は第一段階としてスロットルは全開でステアリングの切る量をこう調整して、円の大きさを調整してみようというところから始めてもらうと、ドリフト走行の第一歩になるかなと思います。はい、実際ちょっとこう2個置いたりしてやるのが難しいので、また続編でやってみたいかなと思います。まずはスロットル全開でステアリングをこう動かしてみて、どういうふうに車が挙動変化するのかを体感してもらうのが一番分かりやすいかなと思います。そしてドリフトの車ですね、1個だけおすすめアイテムがあります。基本的にはレディーセットの出荷状態で十分できるんですけども、初心者の方なんかはですね、このジャイロユニットというのがあるんですけれども、こちらを搭載していただくと、このようにですね、車が触れたときに、ステアリングが自動で車が安定する方向に動いてくれます。極端に言うと、本当にこうカウンター方向ですね、こっち側に触れると、こっち側に一瞬切るので、車体をこう安定させるように動きます。これを使うことによって、車が流れすぎたりするのを、車の方で自動で補正をしてくれます。なので、これをつけていただくと、全くついてない状態に比べると、操縦は少ししやすいかなと思います。で、またレディーセットの取説にありますけれども、ここの小さいダイヤルがあると思うんですけど、マイナスが切ってあるんですね。ここをですね、このジャイロユニットをご購入いただくと、ちっちゃいプラスチック製のドライバーがついてます。で、それでこう調整していただくと、このジャイロの利きっていうのが調整できますので、ぜひこれはですね、ドリフトを楽しむ上では、一番のおすすめアイテムとなります。で、一つ注意項として、ジャイロユニットっていうのが表彰から2種類出てます。品番でいうと MZW の405っていうのと431っていうのがあるんですけれども、レディーセットの車体に合うジャイロっていうのは431の方です。具体的に言うと安い方ですね。405の方は、スロットルの方の補正も入るちょっと高級ジャイロになってまして、ただこちらの基板にはその405の方は適用しません。近藤化学さんの基板ですね。今だとエボ基板、昔だと VE とかですね、ブラシレスの基板の方がその405が対応になっています。なのでこのレディーセットをベースで楽しんでいただくときには、MZW の431という方を選んでいただければ、間違いなく装着できます。この辺をちょっと注意してですね、ぜひジャイロユニットを選ぶ際には参考にしてください。